こんにちは、実家ガーデナーです。普段はアパート暮らしですが、ガーデニングが好きで実家の庭をいじっています。動画の編集をサボりすぎて、丸1年分の動画ストックができてしまいました。そのため、2月の庭作業動画を出す前に、3年間の実家庭リメイクを総まとめにしてお送りします。そうです。早く今年の動画を出したいんです。かなり小さな株から始めたので、3年間でどれだけ大きくなるかの参考にもなると思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、実家庭のリメイク状況だったり、シェードガーデンについて挙げています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。ということで早速ビフォーアフターをお楽しみください。実家のお庭はこんな感じです。そのうちリメイクしたのはこのエリアです。まずはモンティエリアについてまとめていきます。家の顔とも言うべきエリアですが、シランとヘデラが伸び放題でした。20年放置されているので、いろいろな植物が入り乱れています。リメイク直後の様子がこちら。もともとあった株は小さくして植えました。その他の株たちは小さい苗を安く買って植えています。意識したのは植物の間隔です。思ったよりも広く、お合言葉に初めてのガーデニングをやっていました。8月くらいではアジサイ、ツワブキ、ヒューケラはこれくらい大きくなりました。残念ながら枯れてしまったのはカレックスです。1年目の夏くらいに枯れてしまっていました。2年目の夏くらいの様子がこちらです。柱のところが寂しく感じたのでアーチを設置しました。フイリアジサイの成長が早いです。雪の下はかなり成長が早いというか広がるスピードが速いです。アジサイの裏にも増えていっています。成長が早いといえばホトトギスも増えていっています。ホトトギスって結構増えすぎる植物みたいですね。2年目で枯れたのは5月に導入した限界ツツジ。虫食いにやられてしまいました。その他は酷暑も生き残りました。そして今年の春の様子がこちら。なんといってもフイリアジサイが大きくなっています。1年目と比べると一目瞭然ですね。だんだん手前に伸びてきているので支柱か何かで矯正しないと。尾元は上からアジサイ、横からホトトギスに侵食されています。尾元は成長がかなり遅いので、1年で葉っぱ3枚くらい展開したら良い方。比較すると一回り大きくなっています。ツワブキは3年間でこれくらい大きくなりました。葉っぱが小さくなってきたので根詰まりかなと思い、株分けしました。意外と根詰まりはしていませんでした。クリスマスローズも成長が遅く、3年間でそこまで大きくなりませんでした。草ソテツで日当たりが悪くなるせいかもしれません。モンティエリアの3年間を比べるとこんな感じ。一番成長したのはアジサイです。縦にも横にも大きくなっています。大きくなりすぎて他の植物が押され気味。もう少し後ろの方に植えておけばよかったと反省。けど全体的に土部分が見えなくなっていい感じになりました。ということでモンティエリアの3年間でした。続いてはヒメシャラエリア。玄関に一番近い場所で、リメイク前には蚊の発生源になっていました。常に蚊柱が立っているような感じです。
あとは謎に置かれた鉢が乱雑に並んでいました。リメイク後がこちら。何にせよ蚊を減らしたいという思いがあったので、できる限りすっきりさせました。植栽スペースと道部分を完全に分けるために木杭柵を使っています。土がこぼれたり植物が道に出てくるのを防いでくれます。クリスマスローズとシランはモンピエリアにあったのを株分けしてきました。そしてこの立派なローズマリーは幹がかっこよかったので残しました。木杭柵が足りなくなったのでレンガで代用しています。8月頃の様子がこんな感じ。新たに植えたのがホスタとヒューケラ、タマリュウだけなので少し寂しく感じ始めています。蚊は確実に減っていたのでそれだけで大満足でした。1年目にヒューケラが枯れてしまいました。寂しく感じていたためフーチソウとミスキャンタスを追加しました。2年目ですがここのホスタはあまり大きくなってません。ここが軒下に当たるので少しだけ乾燥しているからかな。それからオーデマリも追加しました。夏くらいにタマスダレ、オモト、オキザリスも追加しました。オモトとオキザリスは株分けして持ってきました。タマスダレは咲いている花を見て一目惚れしてました。土佐水木を追加してツワブキとタマスダレを株分けしました。なんとローズマリーが枯れてしまったからです。3年間で一番増えたのが意外にもフイリア・ブラン。こんなに横に広がりました。クリスマスローズはここでもあまり大きくなってない気がしますね。シランはこの範囲まで広がっているので地下茎は確実に大きくなっている様子です。途中でいろいろ追加植栽しましたがヒメシャラエリアはこんな感じです。もともと大きなコニファーが植えてありました。下草にはハナニラとハイビャクシンなどが広がっていました。ちなみに植栽スペースはここまでしかありません。このエリアはガーデニングを始めて2年目でリメイクしました。ここも小さな株からスモールスタート。7月頃の様子です。メインツリーとしてヤマツツジを植えました。やっぱりアジサイの成長って早いんですね。宿根草の葉っぱが出てくるとこの辺りが寂しいことに気づく。けどツワブキも大きくなるし迷いどころなんですよね。そして今年の6月の様子。去年と比べても一回り株が大きくなりましたね。やはりアジサイの成長が早すぎました。ヤマツツジは満開の花を咲かせてくれました。隠れミノもぐぐっと大きくなっています。隠れミノも成長が早い植物ですね。ヤマツツジエリアの様子を比べるとこんな感じです。隠れミノとアジサイが大成長。手前の土部分も見えなくなってきているので大満足。今年はどれだけ成長してくれるのか楽しみです。さて次回は2月の実家庭の様子をお届けします。お楽しみに。